ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は3つ。まず第一に、ロシア軍は多くの兵士が死傷したことにより、さらに40万人の兵士の追加を考えているというニュースが流れています。そして第2のニュースは、多くの兵士をかき集めたとしても、それらの兵士がまともな装備ができるのかといったことが不安視されるわけですが、今のロシアの軍需産業には、その生産能力が全くないのではないかといったことがわかる輸出についての状況を見てみましょう。そして第3のニュースは、最近プーチン大統領には国際刑事裁判所から逮捕状が発行されました。これに関しては、外交上の不逮捕特権があるから逮捕されないのではないかといった問題もあるわけですが、ICC 加盟国からもしも我が国に来れば逮捕を実行すると発表している国があるので取り上げようと思います。外交への影響も必ず出てくるでしょう。それではまず最初に、ロシア軍が死傷者があまりにも多いために、さらに兵士が必要になっているというニュースから見ていきます。ロシア、兵士40万人の追加採用を画策。春は攻撃でなく防戦に注力へ。ロシアは冬に開始したウクライナへの攻勢で占領地を大きく拡大することができなかったため、今春に追加攻撃をかける計画を縮小した。代わって近く始まると予想されるウクライナ軍の反攻を防ぐことに注力する。非公表の情報だとして匿名を条件に語った関係者によると、ロシアは長期戦を念頭に最大40万人の契約軍人を集めることを目指している。これにより、ロシア軍の人員を補充したい考えだという契約軍人を大幅に増やす野心的な計画が実現すれば、予備役を再び強制的に動員することは避けられるだろうと関係者は述べた。昨年秋の動員令は国民の信頼を揺るがし、最大100万人とも言われるロシア人の国外脱出を引き起こした。戦場だけでなく、政治的にも困難に直面するプーチン氏だが、アメリカや欧州などのウクライナ支持者にロシアは粘り勝ちできるとの確信を示唆している。向こう数ヶ月のウクライナの反攻をロシアが止めることができれば、ウクライナ支援は弱まると踏んでいる様子だ。アメリカなど西側諸国はプーチン氏を孤立させようとしているが、今月には中国の習近平国家主席の訪問を受けて、公に力強い支持を得た。習氏の是認は支持を示す重要なサインだとし、ロシア大統領府当局者は習氏の訪問に内部で楽観的な見方を示している。ロシア軍がウクライナで苦戦する中でも、中国は殺傷力ある兵器の供給を公に約束してはいない。ウクライナや西側の当局者によると、昨年秋に動員されたロシア軍兵士30万人はこれまでにほぼ全て戦場に投入された。それでもロシアはここ数ヶ月に大きな戦果を上げていない。ロシアはすでに数年間の条件で契約軍人の募集を開始している。地方当局には採用人数のノルマが課され、候補者には徴兵委員会への出頭を指示する招集令状を発行していると、事情に詳しい関係者は明らかにした。兵役経験者や農村部の住民を当局はまず狙っているという。年内に40万人の契約軍人を集めるという目標が現実的とは思えないと、当局者の一部は語った。この人数は、昨年2月24日のウクライナ侵攻開始前にロシアが抱えていた職業軍人の総数にほぼ匹敵する。現在の状況で入隊希望者がいるとは思えない。おそらく狂信的な愛国者か経済的な理由がある人だけだろうとアメリカ国防総省の元ロシア軍専門分析員だったマシコット氏は指摘した。続いてロシアの軍需産業の現状を外から見た場合、ロシア、インドへ兵器供与の約束守れず、ウクライナ侵攻でインド空軍は26日までにロシアがインドに示した兵器供与の約束がウクライナ侵攻の影響で守られていないとの現状を明らかにした。インド国会の下院委員会が公表した報告書の中で空軍の報道担当者が指摘した。兵器の大半の引き渡しが果たされていないとし、ロシア側は文書で提供できないとも伝えてきたという。インドの地元メディアでは、ロシアの兵器製造能力の弱点を示唆する報道や噂が流れていたが、インド当局者がロシア製兵器の輸出の遅延を公式に認めたのは今回が初めて。インドの兵器輸入でロシアは最大の供給国となっており、引き渡しの不履行が両国関係にしこりを残す可能性もある。インドの首都ニューデリーに拠点があるシンクタンク幹部は、インド空軍がロシアによる兵器供給の約束違反を認めるのは非常に深刻な事態と分析。両国関係をかなり長い間に悩ませてきた問題を浮き彫りにしたとも説明した。
インドは長年にわたり兵器輸入で多様化を図り、ロシアへの過剰な依存を懸念してきたが、ウクライナ危機はこの課題を解決させる努力を加速させることになると説いた。プーチン大統領がプーチン容疑者へと変わった国際刑事裁判所による逮捕状の発行に対する反応。プーチン氏訪問なら逮捕。対ロ融和の中立国オーストリア。オーストリア法務省は24日、ウクライナ侵攻をめぐって国際刑事裁判所 ICC から逮捕状を出されたロシアのプーチン大統領が自国を訪問すれば逮捕する必要があるという立場を示した。冷戦時代から中立を維持するオーストリアは EU メンバーだが NATO には非加盟。ロシアに融和的で、ネハンマー首相は昨年4月、欧米の首脳で侵攻開始後、初めてモスクワを訪れ、プーチン氏と対面で会談した。プーチン氏も2018年、オーストリアの外相の結婚式に出席するため、同国を訪問したことがある。ただ、中立国であると同時に ICC 加盟国でもあることから、オーストリア法務省は、協力する義務がある。逮捕状は執行しなければならないと指摘。スーダンのバシル前大統領の逮捕状を前例として、国家元首でも免責は適用されないとの見解を示した。ウクライナの占領地の子供連れ去り問題で出されたプーチン氏の逮捕状について、ドイツの法相が最近、自国領内での逮捕の可能性に言及。ロシアは反発し、メドベージェフ前大統領は、逮捕なら宣戦布告、あらゆる兵器がベルリンの連邦議会や首相官邸に飛んでいくと威嚇していた。なお ICC 加盟国は123カ国で、アメリカ、ロシア、中国などは非加盟です。昨年の秋にまず追加動員が行われました。ここで行われた動員兵の人たちは、ほとんど訓練も受けていない間にさっさと前線に送り込まれてしまった人たちもいますし、また、それなりに戦線が安定しているなと見て、後方地で訓練を受けていた人たちもいます。しかし今ではそれらの人たちの訓練も一応終わったもの扱いとして前線にほとんどが送り込まれただろうというのが欧米側の分析です。そしてこの冬の間、この追加の動員兵の人たちも含めてロシア軍の大規模攻勢が戦線全体において行われました。いわゆる東部戦線においてウクライナ軍を押し切ってドンバス地方全体を占領しようと目論んでいたと見られます。しかしこの目論みそれ自体は現在のところ全く失敗だったと言えます。冬の大攻勢という意味においては、各地において激しい戦闘が様々起こったわけですが、結果として言えば、ロシア軍はじわじわと前進はすることはできたのですが、決定的に押し込むようなことはできず、また主だった都市も一つも落ちていないのが現状です。一番成果を上げていると見られていたバフムトですら、現在でもなお陥落はしていません。このような状況のまま戦闘が長引けば、ロシア軍の方の戦闘能力を維持することが困難であると考えたからこそ、もっと兵士を集めなければならないと考えているのでしょう。しかしここでポイントなのは、なぜ追加の動員をさらにかけるのではなく、職業軍人を40万人を増やそうとしているかについてです。これは追加の動員をかけると、強制的に多くの人たちが普段の生活から引き剥がされてしまうということから、もっと多くの国外脱出者が出てしまうだろうという懸念から、あくまでも志願兵による兵士数の補充というものを考えているのでしょう。しかしこれは明らかに絵に描いた餅、全くうまくはいかないと考えられます。そもそも現在のような激しい戦闘が続いて多くの人たちが死傷している、生きて帰れる保証など全くないような状況というものがずっと続いているわけですから、喜び勇んで契約軍人になろうとする人が40万人も確保できるとは到底思えません。記事の最後でも出てきたように、お金に困ってどうしてもといった人たちや、今のプーチン政権のやり方では全く生ぬるいと、もっと攻撃を行うべきだといったような、いわゆる交戦論者の人しか契約兵としては集まってこないだろうというのが一般的な見方だと言えます。ですからこのニュースというのは兵士数が足りないんだけれども、一応国内世論のことも考えて追加の動員ではなく、お金でなんとか兵士を釣ろうとしているんだけれども、最終的にはやっぱり契約軍人は集まらないから、欧米側がロシアを侵略しているなどという無茶苦茶な論理を理由として、いずれは追加動員令をするのではないかと私は思います。次に、ロシアの軍需産業なのですが、一般的に欧米から入ってきた電子部品などが入ってこないこともあって、最新装備はほとんど作れないと言われています。その代わり彼らが生産できるのがローテクノロジーの兵器です。ですから砲弾などで言えばローテクノロジーの代表格でもあることから、ウクライナ軍を圧倒する砲撃戦ができているわけです。
しかし、航空機産業は基本的に多くの部品が必要ですし、それらはローテクの製品ではあまり意味がありません。ですから、インドが買いたいなと言っていた兵器が全く引き渡されないという状況に陥っているわけです。これはインドをないがしろにしているからというよりは、明らかにロシアの軍需産業で一線級の兵器を作れなくなったことの証明だと言えます。なぜならば、ロシアにとってインドというのは一つ生命線となっている国でもあるからです。インドは中立と言いながらも、ロシアから原油を大量に購入しています。近くに中東などの産油国があるのですが、中東から買うよりも遠方のロシアから買う方がよほど安く買い叩けるといったこともあって、彼らは安いエネルギー源を元にしてインドの経済の発展に役立てようとしているわけです。そうした意味で非常に大事なお客さんなわけですが、そのようなインドに対して兵器の注文にやっぱり引き渡せませんでしたなということは、売る側の姿勢としては最悪なわけです。そのようなことをせざるを得ない状況に追い込まれていると言えるでしょう。また、インド空軍だけではなく、実際ロシア軍に供給するための戦車の製造について言っても、新型戦車に近いような世代だと電子装備や光学系の機器が整わないために、外見だけはなんとか作れるんだけれども、結局戦車が完成しない、装甲車も古いものしか作れないといった状況で、結局は古い兵器をなんとか何両か組み合わせて共食い整備をした上で戦場に送り出すということが行われているようです。このような現状というのは以前の動画でも取り上げましたが T54、T55 戦車がどんどんと保管庫から引き上げて工場へ送られ整備されて戦場に送られるようだといった話へとつながる話です。これらの兵器はまともに動くわけがありません。ですから必要な部品を他の車両からどんどんと取って何両かで一を組み上げたらまあ万々歳といったものとなっています。もちろんそれらの兵器は最新世代に比べるとはるかに性能が低いものであることは明らかです。そして最後に ICC 国際刑事裁判所が出した逮捕状について、以前の解説動画において私は、たとえ加盟国であったとしても外交上の不逮捕特権を理由として逮捕しない可能性もあるという話をしました。今回の話はそうした意味においては、いやいや国際刑事裁判所が逮捕状を発行したんだから ICC 加盟国であればこの逮捕状を執行すべきだという意見がオーストリアから出たわけです。ICC 加盟国は国連加盟国全体で考えれば過半数ではあるものの加盟していない国もたくさんあります。ですから逮捕状が発行されたからといっても全く関係もなく行ける国もたくさんあるわけですが、逆に言えば加盟国全体として我が国に来れば必ず逮捕状を執行しますと表明する国が増えれば増えるだけロシア外交は行き詰まりを見せることとなります。特に今回のウクライナ侵略においては中立的な国が多い南米の国々は ICC 加盟国が圧倒的に多いですから、発展途上国の国際会議などでプーチン大統領が出席できないという事態が十分起こり得るわけです。こういった外交上の狭まりというのは結局のところ一つ一つを積み上げていくしかありません。何かこれさえすれば全てが解決するといったほど世の中は単純化できないといったことを一つ象徴するような出来事だとも言えます。今回の逮捕状発行の理由というのはロシアによるウクライナ人の誘拐といったものが組織的に行われていることを示しています。ウクライナ訪問を行った時の岸田総理の胸にはブルーリボンバッジといったものがあり、国家による誘拐に対する抗議の意思を示すのに一つ役に立ったと言えるでしょう。そしてそのような国家による犯罪というものを許さないという姿勢は ICC の逮捕状発行によってより多くの国々に呼びかけやすい状況になったと言えます。また国際的な呼びかけだけではなく日本国内への呼びかけとしても残念ながら日本国内には親ロ派の学者や元外交官の人たちといったものがゴロゴロいるようなちょっと恐ろしい状況でもありますから、ロシアの非人道性を訴え続けて彼らの声をより小さくすることにも日本政府は活動を行うべきでしょう。といったわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。